どうも、ボタニカリスティックスです。なんかもう、この言い方定着してきましたね。どうも、ボタニカリスティックスです。なんかもう何も考えなくなっちゃった。なんか前はね、なんかいろいろ言おうとしたのかな。ハロー YouTube とかやったりしてたんだけど、もう、なんか毎日投稿ってなるとなんか考えなくなるね。今日はフィカス紹介をやります。で、アフリカンプリンスの2回目になります。さてはネタ切れかと。別にね、そういうわけじゃないんですよ。今みたいにね、毎日投稿してるとね、やっぱね、手玉はね、減ってくんですよ。で、たくさん取らないといけないから、自転車操業的になってね。だから、そういう意味で手玉はね、少ないっていうのはありますよ。だから取らないと発信できないからね。だけどね、ネタはめっちゃたくさんあるんですよ。だからその重いネタが多いんで、1個取るのに何日も、それこそね、1個のネタ考えて、撮影して発信するまでに多分2、3週間ぐらいかかるやつとかもあるから、だからね、なかなか進まないっていうかね、すぐ出せないから、そういう意味でなんかネタ切れじゃないんだけど、ちょっと焦ってる部分はあるね。重いネタに手出すとさ、やっぱすごい疲れるし、力もいるんで。ただね、アフリカンプリンスね、前もやったじゃんっていう意見あると思うんだけど、なんかフィカス紹介シリーズはうちにいるフィカスを紹介するシリーズだから、別に1回とか決めてないからね。そういう1回とか決めてたらもう1年間で世に出てるフィカスの紹介全部終わっちゃったらもう終わりみたいな、最終回みたいになっちゃうから、そんなつもりはもともとないっすよ。うちにいるフィカスの紹介だから、結局同じさ、アフリカンプリンスでも全然違うの、今回も。アルテシマなんかも個体によって全然さ、葉っぱが違うし、もうだから一つ一つ紹介したいぐらいなんだよ。大きさも違うし、雰囲気も違うし、葉の模様も違うし、色も違うし、なんか例えばだけど、新芽が出てるとか、なんかもう結構長老だとか、なんかもうそういうのだけでもね、もう見え方全然違うし、それも楽しさだからね。でもね、少なくとも一つの縛りがあるとしたら、もうないものは紹介してないよ。あるものを紹介する。実際の葉っぱ見せながらね。今日はアフリカンプリンスなんだけど、まだね、紹介してないアフリカンプリンスうちに何本もいるんだけど、じゃあ明日もアフリカンプリンスで、明後日もアフリカンプリンスだっていうわけではないんでね、ちゃんとこう順番に、順繰り回るようにしてるんで、楽しめると思うんですよ。行きますか、そろそろ。で、今日はね、アフリカンプリンスなんだけど、これ、もうね、昨日やろうかなと思ったらね、もうほら、このね、新葉がね、これ、開いちゃったの。開く前のつぼみみたいなの見せたかったんだけどね。俺もたくさんついてるでしょ。で、これ、ちっちゃいのはね、ちょっと見せきれないんだけど。ほら。この赤い感じね。赤い。ちょっと葉っぱの表面ラテックスついてるけど、これ乾いたら後で取ります。ほら。すごいっしょ、これ。で、これがね、今7号鉢。で、高さは1メーター中かなぐらいなんですよ。腰よりちょっと高いぐらい。僕今これ座ってるからね。これね、僕ね、今正座してるんですよ。僕ね、正座超苦手なのに、頑張ってんですよ。ボタニカリスティックスは、正座を。で、これね、正座してるからこの高さなんだけど、だいたいこんくらい正座しててこの高さ。正座してて、なんかあんまり言うとなんか、僕の座高がバレるね。身長バレてないから別に短足かどうかっていうのはね、バレてないって。言っちゃってバレてるじゃん。いいや。で、とにかくね、これね、程よいサイズなんですよ。で、アフリカンプリンスってお店で見るともうでっかいのばっかりじゃない？でっかくて何万円みたいな。はい、10号鉢曲がり、3万円、4万円、5万円より、そんなんね、ワンルームで住んでたらそんないらないんですよ、みたいな。もうちょっとちっちゃいの欲しいんですけど、その代わり安くして、みたいな気持ちに応えてくれるようなアフリカンプリンスですよ。ちょっと安いかどうかは知らんけど。で、ただ、サイズ感はすごくいいです。このサイズのフィカスね、すごい好きですよ。なんかやっぱりさ、順番があるっていうか、ロインもそうだけど、やっぱさ、レアフィカスっていうのはさ、すごいでかいのをお店で見て、いいなって憧れて、それでもうちょっとちっちゃいのを手に入れるみたいな。イボンヌもそうだったね。そういう、なんていうの、もうなんか決まりきったなんか流れない。そのでかいのバーンってすぐ買えればいいんだけど、そういうわけにはいかないじゃん。いつもそのでかいの買えないじゃん。だから。でね、これね、外に出してるんですよ。で、外に出してるから、たくさん日光を浴びてるんです。もう全然心配しないで出しちゃってますよ。心配なの盗まれないかなっていうぐらいですよ。道のそばにポンって置いてあるからね。
たくさん外に出してるから、アフリカンプリンスとか何本も出してる出しっぱなし。これ考察動画でやろうと思うんだけど、アフリカンプリンスはフィカス、トリコポタじゃない。実はルテアなんじゃないなんて話をしてる一方でね、アフリカの方で輸出禁止になってるリストもこの間見せたじゃん。漢方を、ちょっとごめんなさい。漢方を見せたじゃない。で、あそこにリストアップされてるのってトリコポタだったんだよね。で、それさ、自分で説明しながらなんか矛盾してるななんて思ったりしたんだけど、ただ、そう。ってことはだよ。そう。実はね、頭の中でそれちょっと思い浮かべちゃってたんだけど、言わなかったんだよね。で、はっきり言えないから。ただこれ考察動画でやるべき内容なんだけど、ルテアじゃないって話だったじゃない。もしかしてルテアって輸出禁止になってないんじゃないみたいな。あれみたいな。単純に本当にこれをトリコポタって間違えて、これを輸出しないって言ってるのか、それともトリコポタってさ、そういえばさ、なんか別なさ、学名がよくわかんないフィカスにも似てたりするじゃない。あれじゃないの？輸出禁止になってんのって。実はこいつはそんなことないとかないかな。なんていうこともちょっと気になってるんだけど、それはね、考察動画の方でまた調べて発信していきたいなと思いますけどね。今日はこんなとこかな。フィカス紹介だからね、あんま長くなりすぎてもね。で、今日はアフリカンプリンス、ちょっと新芽がね、たくさんついたアフリカンプリンスの紹介でした。いいっしょ、これ。アフリカンプリンスはやっぱりいいっすよ。いろんなフィカス見てきたけど、やっぱ特にかっこいいっすね。青々として力強いし。僕ね、こういうの好きなんですよね。力強い緑のフィカス。こいつはしかもすごい、さらにかっこいいな。これ、緑色のシンボルが出てるね。最後に見せようか。ふにゃふにゃって可愛いね。この赤いのはね、ポロって取れますから。そんな感じで。はい。今日はアフリカンプリンスの紹介でした。これは2回目ですね。またね、もしかしたら3回目とかね、4回目とかあるかな。ちょっとまた先で、どっか、ネタが切れてきたら、切れてないよ。ネタは切れてない。ネタは全然切れてないよ。また、その時紹介しますよ。はい。ではまた。